効率よく魔晶石を稼ぐ方法を見つけてきました。どうするんです？決闘と相手に勝てば報酬として魔晶石がもらえます。ついでに賭けにも勝って丸儲けですね。ではすぐに行ってきてください。連戦連勝で頼みますね。狭苦しい決闘小屋には吸えた汗の匂いが充満していた。リングでぶつかり合う男たち、怒号やヤジを飛ばす客、賭けに勝って札束を振り回す客、賭けに負けて乱闘を始める客。小屋は耳障りな騒音に満ちているのが常だったが、その日は様子が違った。歓声と口笛の嵐が巻き起こったのだ。次のチャレンジャーはこちらだ。突如現れた期待の新星、キューティーさん。リングネームが致命的にダサいですね。どうやらオーナーのセンスは壊滅的です。あの男どもと比べれば大半の人間は貧乏でしょう。決闘相手の竜をやすやすと倒すと観客は大盛り上がり。その日の決闘小屋の売り上げはいつになく上々のようだった。しばらくリングに立ってくれと決闘小屋のオーナーに頼まれました。報酬は弾むそうです。願ってもない話ですね。どうやらこの狭苦しい小屋にしばらく滞在しなければならないらしい。漏らされたため息を人形たちはすがすがしく無視した。決闘小屋では出番以外特にすることもない。暇つぶしに小屋内を歩き回っているうちに一匹の竜と出くわした。うわあ、キューティーちゃんだ。こんにちは。君ってとっても強いよね。びっくりだよ。屈託なく話しかけてくるその竜は最初に戦った相手。目を背けたくなるほどに醜い竜だった。僕はピュートーン、よろしくね。もしかして退屈してるの？じゃあ暇つぶしに僕の話を聞いてよ。
これで世界の謎がまた一つ解明されます。醜い見た目に反してピュートンは明るくよく喋った。リングに上がればうなり声を上げ牙を向いて襲ってきたが、決闘が終われば気のいい話し相手だ。ここはいいところだよ。毎日痛くて大変だけど慣れれば平気。ご飯が食べられるし、オーナーもスタッフも優しいんだ。そしてピュートーンは身の上話を始めた。僕は生まれつき醜かった。だから故郷では一族みんなにバカにされ、暴力を振るわれていた。ある日僕は行くあてもないまま故郷を飛び出した。あそこに僕の居場所はなかったから。他の竜に見つからない場所でひっそりと暮らそうと思ったんだ。だけどそれまで故郷を一歩も出たことがなかった僕はさまよってるうちに人里に出てしまった。竜だ！村を襲いに来たのよ。あの竜を殺せ！違うよ、僕はそんなことしないよ。少しは真相に近づけたかな。村人たちは突然現れた僕に驚いて混乱したまま襲いかかってきた。僕は泣きながら弁解したけど、その全部が村人たちの叫びにかき消されて誰にも届かない。このまま殺されるんだと思った。だけどその時救世主が現れた。巡業でたまたま村に滞在していた決闘小屋のオーナーだ。オーナーは僕の訴えをちゃんと聞いて村人たちの誤解を解いてくれた。それから手当てまでしてくれたんだ。行くあてがないなら私の小屋で働いてみるかい？オーナーの誘いに僕は大きくうなずいた。そんなに優しい言葉をかけてもらったのは初めてだったから嬉しくて。
仕事が決闘だって分かった時はちょっと驚いたけど、殴られることにも少しずつ慣れてきた。僕の居場所はここなのかもしれないって最近は思うんだ。だからリングで僕と決闘するときは手加減しなくていいんだよ。まだまだ調べ足りないです。ピュートーンとの何度目かの決闘を終えた真夜中のこと。静まり返った決闘小屋が不意に騒がしくなった。どうやらあの醜い竜がさらわれたようですよ。見上げた夜空に複数の竜が遠ざかっていく影が見えた。ピュートーンの苦しげな声が尾を引き消えていく。助けて！誰か助けて！オーナーの説明によれば、決闘小屋に突如として何匹もの竜がなだれ込み、瞬く間にピュートーンをさらっていったのだという。あれはきっとピュートーンの故郷の竜たちに違いありません。ピュートーンを奴らから取り戻さなければ、あの子はとても大切な竜なんです。では私たちが取り戻してきてあげましょう。お代は魔性石でお願いしますね。疑心と暗鬼の申し出にオーナーは一も二もなくうなずいた。ちょうど決闘場に負けていましたし、あの竜を助け出して魔性石を稼ぎましょう。まとめて消えろ。竜の一族が住む山に乗り込むと多数の竜が待ち受けていた。彼らは口々に吠える。ピュートーンは渡さぬ。奴は我々に必要な存在なのだ。それならなぜ彼を虐げていたのですか？必要な存在を大切に扱わなかったのはなぜですか？とえば竜たちは大声で笑った。わからぬか？それこそが奴の存在理由。奴は我々に虐げられるために生まれたのだ。
この山に住む我ら一族は古来よりストレスをためやすく、すぐに争いを起こす性質を持っていた。そのため一族の半数が死に絶えるということが過去に幾度となくあった。だから我々はピュートーンを作った。一族全員が見下せて好きにストレスを発散させ留飲を下げるために作られた、絶対にバカにできる怪の竜。それがピュートーンなのだ。だから勝手に出て行かれては困る。わかったかね、矮小な人間よ。これで世界の謎がまた一つ解明されます。竜の一族はピュートーンがいない間に溜め込んだ負の感情を爆発させた。檻に閉じ込められたピュートーンはなすすべもなく悪意にさらされる。容赦なく浴びせられる罵声、絶え間ない暴力、嘲笑、侮蔑、暴虐の限りを尽くされ、二度と逃亡できないように翼も折られた。血と涙と汚物にまみれた檻の中、ピュートーンは朦朧とした頭で考える。